西本が制作する倒木画のキャンバスは土だ。焼き上がった時、発色がいい土を選び抜き、その土と相性のいい釉薬を探し、試し書きを重ね、失敗を重ね、使う釉薬をどんどん絞っていく。その間、職人が粘土を仕上げる。練り上げ、練り上げ、土の中の空気を完全に抜く。その土を薄く伸ばし、陶板というキャンバスを作る。じっくりと乾かす。大きさにもよるが、およそ2ヶ月かけて乾燥させる。急激な乾きはひび割れ、水分が抜ける際、必ず歪む。歪みをなくす工夫を重ねても、その反発力は想像を絶する。反ったり歪んだりした陶板は平らになるまで削る。土を乾かしただけの状態は割れやすい。力加減に細心の注意で削っていく。できた陶板を窯に入れ、まずは800度で素焼きする。割れずに残った陶板のみを西本に渡す。ここで初めて土でできたキャンバスに絵を描き始めることができる。季節によって陶板の出来は変わる。筆を入れるタッチも変わる。一つとして同じ陶板はできないため、たとえ同じ絵を描いたとしても、その風合いは全く違うものとなる。新しい発想と手法で墨絵とは全く別物の作品を制作する。描いた作品を自ら窯入れし、1200度を超える高温で本焼きする。焼き上がり、まず割れがないかを確認し、色具合をチェックする。想像通りのものもあれば、想像をはるかに超えた窯変もある。作品によっては焼成温度の異なる釉薬を使ってさらに書き足し、また焼き締める。何度でも焼き入れて納得がいくまで釉薬を重ねていく。高温で溶けた釉薬は絶妙な色合いで融合し、それに合った額装をして完成となる。土を練り乾燥させ、素焼きして筆を入れ、本焼きを繰り返し出来上がるまで優に5ヶ月を要する。この倒木画は幾千年幾万年と風化せず、西本の魂とともに焼き付き封じ込められる。